市販の甘栗で本格モンブランを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は市販の甘栗を使って本格的なモンブランを作っていきたいと思います。はい、ということで今回のモンブランはこちら、じゃん。皆さんもご存知でしょうか？こちら甘栗剥いちゃいました。この甘栗を使って本格的なモンブランを今日は作っていきたいと思います。このモンブランの下にはね、スポンジ生地とかも敷いていきたいと思いますので、そのスポンジケーキも電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介します。で、工程的にはマロンクリーム、スポンジケーキ、そして中に入れる甘栗が入った生クリーム、この3つを作って最後にね、本格モンブランに仕上げていきたいと思います。要所要所ポイントがあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。まずはじめにマロンクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。甘栗、牛乳、お砂糖。前回私の動画でマロンクリームのレシピをご紹介しました。作り方はそのレシピと同じなんですけれども、ちょっとね、分量を変えてます。今回私はミキサーを使ってね、マロンクリームを作るんですけれども、以前あげたマロンクリームの動画ではミキサーなしでも作れるマロンクリームの作り方をご紹介しているので、もしミキサーがない場合はそちらを参考に作ってみてください。続いてですね、今回のモンブランは下にスポンジケーキを敷きたいと思います。こちらホットケーキミックスでね、簡単に作れる方法をご紹介していきます。材料はこちらです。ホットケーキミックス、卵、お砂糖、牛乳、サラダ油です。こちらの材料でスポンジケーキを作ります。このスポンジケーキは電子レンジで簡単に作れるので、すごく手軽に作れます。なんですが、もしね、このスポンジケーキ作るのがちょっと面倒だなっていう場合は、市販のスポンジケーキまたはカステラで代用していただいて OK です。そしてモンブランの中に入れるクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、甘栗、お砂糖。この3つの材料で中に入れるクリームを作っていきます。生クリームは動物性の乳脂肪成分が 35% のものを使用していきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにマロンクリームから作っていきます。まずこの甘栗を耐熱の器に入れていただいて、ふんわりラップをします。そしたらこのまま電子レンジ 600W で1分加熱します。そうすると甘栗が柔らかくなって、この後ミキサーで攪拌するんですけれども、その時に細かくなりやすいです。ということでこちらを一度温めます。はい、甘栗が温まりました。それではね、こちら今回はミキサーを使って攪拌していきます。で、こちらね、先ほども言ったんですけれども、ミキサーがない場合は、以前私のチャンネルでミキサーなしで作るマロンクリームの作り方をご紹介しているので、そちらを参考に作ってみてください。ミキサーのね、この器の中に甘栗を入れます。そしてお砂糖、あとは牛乳を入れます。蓋をします。このようにセットしました。それでは攪拌していきます。まずね、30秒攪拌します。はい、今30秒経ちました。一回蓋を開けます。今このような状態になってます。周りにまだ甘栗の粒々が残ってるので、これをですね、ゴムベラなどを使って下に下ろします。今このような状態です。で、そしたらまたセットします。で、もう一度30秒攪拌していきます。で、また同じように一回開けますね。今こんな感じ。結構ね、この内側の部分はもうかなり滑らかになってます。で、そしたら一度生地を取って手を洗っていただいて、少しクリームを取ります。で、指で触ってこの時にとても滑らかになってれば OK です。ちょっとね、まだこの周りの部分にまだね、ちょっと細かい粒々が残ってるので、もう一回やろうかな。最後だいたい2回から3回ぐらい攪拌していただくととても滑らかになると思います。はい、じゃあ最後仕上げですね。それでは最後30秒攪拌します。はい、これで OK です。こんな感じで先ほどよりもね、かなり滑らかなクリームになりました。それではこちらのマロンクリームをお鍋に移します。小鍋を用意してください。で、ここにマロンクリームを入れていきます。こんな感じですっごく滑らかになってます。はい、そしたら火にかけます。火加
減弱火です。これをよく混ぜながらこのマロンクリームの硬さを調整していきます。この時ねしっかりね混ぜておかないと焦げちゃうので、きちんとねゴムベラとかあとは木べらを使って混ぜてください。ゴムベラ使う時はね必ず耐熱性のものを使用してください。だいたいね1分から1分半ぐらいですね火入れしていきます。はい、今ね1分半加熱しました。そうするとさっきよりもねボテッとしたクリームになります。マロンクリームはこれで OK です。そうしましたらこちらをバットに出します。バットを用意していただいて、その上にマロンクリームを置きます。それでは上からラップをします。でペトッと貼り付けて少しね平らに伸ばしましょう。そうすると冷めるのも早くなります。乾燥しないように必ずねピタッとラップをくっつけてください。このまま一旦粗熱を取ります。はい、マロンクリームの粗熱が取れました。でちょっとねまだあったかい状態なんですが、だいたい粗熱が取れれば OK です。そしたらこれを絞り袋に入れていきます。で今回使う絞り口はこちら。モンブランを使う時に使うねこういったちょっと特徴的ないっぱい丸い穴が開いた口金なんですけれども、でもしねこういった口金がない場合は100円ショップの絞り袋にこういったね星型の口がついてます。これ多分ねダイソーさんで購入したと思います。こちらを使っていただいても OK です。それでは絞り袋のこの口の部分を切ります。口金をセットします。そしてあとはこのように縦長の容器にセットしてこんな感じです。あとはねこの粗熱を取ったマロンクリームを入れます。はい、マロンクリームの準備はこれで OK です。使うまでこちらはね冷蔵庫にしまっておきます。それでは続いてスポンジ生地を作っていきます。こちらの耐熱のお皿を使っていきます。こんな感じです。でこれはですね耐熱の電子レンジで使えるタッパーなどを使っていただいても OK です。でそしたらここにオーブンシートまたはクッキングシートを長方形に切っていただいて、四隅をこのように底の部分のあたりまで切れ込みを入れます。であとはこれを敷き詰めます。このように生地を作る前にあらかじめセットしておきましょう。でまずですねボウルを用意していただいて、ここにお湯を入れます。だいたい60度前後ぐらいですね。お風呂の温度よりもちょっと高めのお湯を入れます。はい。でここにボウルを置きます。この時ね下のボウルの方を小さくしていただくと泡立てている時に水が入りにくくなるので、一回り小さめのボウルに置いていただくといいかなと思います。それではね全卵を泡立てていきます。全卵で泡立てる時はこうやって湯煎に当てながら泡立てるととても泡立ちが良くなります。なので湯煎に当てたボウルにまず卵で、あとここにお砂糖も入れます。そしてですねふわっとするまでしっかり泡立てていきます。はい、今ねだいたい2分30秒泡立てました。そうするとピンと柔らかい角が立つぐらいふわっとした泡になります。最後低速で1分ほど泡立ててきめの細かい泡にしていきます。はい、今ね1分低速で仕上げました。そうするとですね気泡の泡が均一になってとても滑らかに仕上がります。そしたら湯煎から外します。それではここにサラダ油、このサラダ油はですねスポンジをしっとりさせるために加えてます。そしたらこれをふわっとねゴムベラで混ぜます。泡をねできるだけ潰さないようにね混ぜていきましょう。はい、続いてホットケーキミックスですね。これをふるって加えます。でこれもですねふわっと混ぜていきます。はい、このように粉っぽさがなくなれば OK です。それでは最後に牛乳を加えます。これを混ぜます。牛乳を入れるとちょっとね泡が潰れやすくなるので素早く混ぜてください。このように混ざれば OK です。結構ね生地は緩めです。タラタラタラっと流れるぐらいですね。このぐらいになれば OK です。用意しておいたこちらの型に生地を流し込みます。ここにふわっとラップをします。ふんわりかけてください。それではこちらを電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。はい、加熱が終わりました。そしたらやけどしないようにラップを外してください。ふわっとしたスポンジができています。でこのようにね全体に火が通っていれば OK です。でこの時にまだちょっと生っぽい生地の部分がある場合はプラス20秒から30秒ずつ加熱して様子を見てください。出来上がったスポンジを一度出します。そしてオーブンシートを剥がします。はい、でこのようにオーブンシートを剥がしたら上にピタッとラップを貼り付けます。そ
して裏返します。よいしょ。底の部分のオーブンシートも剥がします。ピリピリピリと。はい、あとはラップで包みます。でスポンジケーキは一度このままラップにくるんで粗熱を取ります。それでは中に入れるクリームを作っていきます。モンブランの中身に入れる生クリームに関しては甘栗を刻んで生クリームと混ぜていきたいと思います。あとはですね、最後トッピングにモンブランってね、栗がボンと乗ってると思うんですが、その分だけを一度取り除きます。なので形が良さそうなものですね、選んでいただいて、まずはじめに4個取り出しておきます。そうしましたらまずこの甘栗を細かくね刻んでいきます。ざっくりとで OK です。粗めのみじん切りにしていきましょう。でこうするとこの栗の食感も楽しみつつ、食感も飽きずに、かつね栗っぽさが増すので、とてもねリッチなモンブランに仕上がります。このぐらいで OK です。ではね、どんどんみじん切りしていきます。甘栗はこれで OK です。続いて生クリームを泡立てていきます。まずボウルに氷水を張ってください。このようにボウルを置いていただいて、ここに生クリームを入れます。で生クリームを泡立てるときはね、氷水に当てながら泡立っているようにしてください。そうすると泡立ちも早くなります。そしてここにお砂糖を入れます。固めのクリームになるまで泡立てていきましょう。はい、このぐらいちょっとポテッとした感じになったら OK です。それでは生クリームの中に刻んだ甘栗を入れます。もうたっぷり入れちゃってください。そして混ぜましょう。はい、甘栗の生クリームはこれで OK です。このようにね、ザクザクっとした食感を楽しめるクリームになってます。で結構ね固めです。これを固めに仕上げてください。それではね、生クリームを絞り袋に入れていきます。まず口を切ります。今回ね生クリームはこのぐらい大きめの丸い口金を使っていきます。もしねこういう大きめの口金がない場合は、絞り袋に口金をつけずにそのまま生クリームを入れて、使う時に口をピュッと切って使っていただくといいかなと思います。で口金がある方は口金をね入れて使いましょう。生クリームが入れやすいように縦長の容器にセットします。クリームを入れましょう。甘栗の生クリームの準備はこれで OK です。そしたらですね、このようにして冷蔵庫で30分冷やします。はい、それではね早速仕上げていきます。こちらラップでくるんで冷ましたスポンジケーキです。まずこのスポンジケーキをかたどります。今回はですねこちら100円ショップにねこういったケーキ屋さんに売ってるような下の受け皿が売ってます。これをお皿にして、でまずここにね土台となるスポンジケーキを置きます。なのでこれを丸くくり抜くために、こちらもね100円ショップに売ってるんですが、直径6センチのセルクルを使ってくり抜きます。こういったねセルクルがない場合は型を置いて、この型に合わせて丸く包丁でくり抜いてください。ではねくり抜きます。はい、このようにスポンジケーキは仕上がってます。でこれをですね用意しておいたこちらの型に入れます。ここに生クリームをねまず絞ります。真ん中にむにゅむにゅむにゅっとね絞ります。このようにもりもりっとのせました。でそれでは最後ねこちらのマロンクリームを絞っていきます。で絞る時はねこのままピッピッピッとねこう器を回しながらやっていただくか、こういったね回転台、ケーキの生クリームを塗る時に使う回転台なんですけれども、こういったものがあると一番やりやすいです。これはねちょっとあんまりご家庭にないかと思うので、簡易的な回転台を作る方法をご紹介します。お皿2枚用意していただいて、ちっちゃい方をね下にして、下に滑り止めを置いて、で上の部分だけくるくるくるっと回せば簡単な簡易的な回転台になります。はい、それでは絞っていきます。まず口金を横に当てて、こうやって回転させながら絞っていきます。ではいきます。むにゅっと最初出して、あとはくるくるくるっと回転させながら絞っていきましょう。はい、このように絞りました。それでは最後ねトッピング用に残しておいた甘栗をのせます。これで完成です。で最後ねお好みで粉糖をかけてください。粉糖をかけます。はい、これで完成です。はい、これで甘栗で作れるモンブランの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが甘栗で作った滑らかなマロンクリームです。下はですね電子レンジで簡単に作れるスポンジケーキで作りました。これで完成です。それではねちょっと上の甘栗を取って中を見てみたいと思います。いきます。
そして中身はこのような仕上がりになってます。それでは早速いただきたいと思います。もうクリーム好きにはたまりませんね。これはスポンジもふわふわです。いただきます。すっごく美味しいです。スポンジケーキ以外全部クリームなんですけど、甘栗の食感がアクセントになって全然くどくなく美味しく召し上がっていただけます。このマロンクリームもすっごく滑らかです。1個ペロッといけちゃいますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のモンブランのポイントです。まずマロンクリームのポイントです。今回はミキサーを使ってとても滑らかに攪拌しました。で、もしミキサーがない場合は、以前私のチャンネルでミキサーを使わないマロンクリームの作り方をご紹介している動画があるので、ぜひそちらを参考に作ってみてください。ポイントとしてはとにかく滑らかになるまで攪拌することと、あとは程よい硬さになるまで火入れしていただけたらと思います。そしてスポンジケーキのポイントです。今回はですね、電子レンジで簡単に作れるスポンジケーキをご紹介しました。材料も手軽で作り方もすごく簡単なので、ぜひこちらも作ってみてください。ポイントとしては、友立てするときに湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。そうすると泡立ちが良くなります。もしスポンジケーキ作るのがちょっとめんどくさいなっていう時は、市販のスポンジケーキとか、あとはカステラを代用して作っていただいて OK です。今回の分量でいくと、クリームはだいたい5個分になります。これはどのくらい絞るかによってちょっとね、誤差が出てくるかなと思うんですが、だいたい5個ぐらいを目安に考えていただくといいかなと思います。スポンジケーキに関しましては、スポンジケーキをね、作った大きさによって型が5つ抜ききれない時があると思います。なのでその時は余った部分をつなぎ合わせて下にね、敷いていただくといいかなと思います。もしくはね、きちんと丸でくり抜きたいっていう場合はすごくね、簡単なのでもう1枚ね、作っていただいてもいいかなと思います。そして中に入ってる生クリームのポイントです。今回はですね、甘栗を刻んで入れました。この甘栗についてなんですが、最初に上にトッピングする分だけ取っていただいて、残ったものは細かく刻んで生クリームに混ぜるようにしてください。生クリームはですね、氷水に当てながら固めのクリームに仕上げるようにしてください。そして仕上げる時のポイントです。今回私はモンブラン専用のね、絞り口を使いました。お菓子を作る材料が売ってるお店とかにはね、置いてあったりとか、あとネットでも買うことができるんですけれども、わざわざ買うのはなっていう時は100円ショップの絞り袋についてる星型でも綺麗にできるので、そちらを使っていただけたらと思います。そしてね、回転台もちょっとね、簡易的にできる方法だったりもあるんですけれども、やりやすい方法でね、むにゅむにゅむにゅっと周りに絞っていただければいいかなと思います。はい、ということで今回はね、甘栗を使ってモンブランを作りました。お家でも本格的なモンブランを楽しむことができます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は市販の甘栗でモンブランを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。